はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、SEC が法廷で正式に見解を説明した初めての機会となる可能性がありますということで、コインベースのね、最高法律責任者のポール・グライバルさんがですね、ツイッターの方でですね、共有の方をしてくださいました。今日 SEC はコインベースが申し立てたマンダマス令状に、応じましたと。SEC が我々の業界のために規則制定を行うかどうかについて、イエスかノーかだけで、答えるよう裁判所に要求するよう求めていますと。で、その SEC の回答は、答えは多分ですと。本日の申請はSEC が暗号業界の規則を作成すべきかどうか、またどのように作成すべきかについて SEC が法廷で正式に見解を説明した初めての機会となる可能性がありますと。 SEC は規則制定には何年もかかる可能性があり、急いでいないことを裁判所に伝えましたと。SEC は、当面の間、強制執行を規則制定の代わりに使用し続けることを認めたが、心配する必要はない。これらの強制執行は最終的にまだ計画されていない規則制定に情報を与えるとなる可能性があるだけですと。また SEC はゲンスラー議長の公開声明は SEC の正式なガイダンスや政策声明ではなく、一般市民はこれを信頼しないでくださいと述べていますと。全体的に SEC の回答は、私たちの業界が SEC が何をもって管轄内管轄外とみなすのかが常に明確ではなく、途中で考えを変え続ける可能性が高いというコインベースの長年の懸念を補強していますと。来週正式に回答する機会を楽しみにしています。そしていつも通り裁判所の慎重なご配慮に引き続き感謝いたしますということですね、共有のしてくださいました。こちらね、元記事のリンクもですね、公開されてます。で、これに関してですね、弁護士兼、YouTuber のジェレミー・ホーガンさんですね、コインベースの書き込みは SEC が暗号を正当に規制するかどうかという答えを得るためのものではありませんでした。それは明らかにノーですと。これはこの夏にやってくる SEC の訴訟に対するコインベースの構成であったと。そしてそれを利用できるいくつかの重要なネタをこれで得ましたと。弁護人の仕事は法律に関するものでは実はありませんと。つまり法律は使うが、クライアントを善人に見せ、相手側を悪人に見せることが重要なのですと。陪審員は常に善人を助けるからですと。コインベースはそれを狙っていたのですが、今回これで使えるものを手に入れたと思いますということでですね、ジェレミーさんの方ですね、共有の方してくださってます。だからね、今回だから SEC に関してはこういったちょっと曖昧なね、まだ何年もかかるよ規則制定にはあって、ただ強制執行はやるよと、ただ一般市民はこれだけを信じないでくださいっていうね、まあちょっとね不明確な感じですよね、という形になっているということで共有の方してくださってます。で、続いてこちらがね、結構でかいニュースになってくるかと思います。速報ということで、トーレス判事、SEC の貧満文書の封印申し立てを却下したということで、弁護人の元連邦検察官であるジェームズ・ K・ フィランさんがですね、資料の方を公開してくださいました。で、こちらのドロップリンクの方を貼っておきますので、元記事ね。だから今回の動画の概要欄の方に、今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、それクリックしていただいて、このドロップボックス見ていただきますと、英語になりますけども、元記事の方がですね、見ることができます。で、ヒンマン文書っていうのは、知らない方もいるかと何かと言いますと、過去ですね、SEC のヒンマン氏がですね、イーサリアムが有価証券ではないとしてね、ことを言ったりとかっていうですね、スピーチをですね、リップル社にとっては重要な証拠がね、そこに隠されているんではないかとされている、文書なんですよ。それをね、編集した状態で、封印していたんですけども、それがね、いよいよ公開される形となります。はい。そして、これがそのね、記事の文章の一部翻訳になります。当裁判所はこれに同意しない。裁判所が最終的にヒンマン演説文書が許容されると判断するかどうか、あるいは裁判所が略式判決申し立ての裁定において同文書に依存するかどうかにかかわらず、同文書は司法機能の実行に関連し、司法手続きに役立つため、一般公開の厳しい推論を受ける、司法文書であると。で、ヒンマンのスピーチ文書は申し立てに対する裁判所の裁定判断に、
影響を与える性質を合理的に有するだろうということで、これで公開の方をされる形になります、今後ね。で、これに対してリップル社の CEO、ブラッド・ガーリングハウスさんですね、がですね、コメントされてまして、透明性のための新たな勝利と、ヒンマン氏の電子メール、未修正が間もなく公開される予定ですと。で、その実現に向けて弁護士たちがその仕組みに取り組んでいますので、ご期待くださいということですね。で、これに対してジェレミー・ホーガンさんですね。トーレス判事は国民のための裁判官と。で、ビリー・モーガンさんですね。総合的に判断すると、この判決は略式裁判の申し立てについて、リップル社にとって良い兆候であると思うと。で、ジョン・ディートン弁護士ですね。略式判決が出るタイミングを当てるのは苦手かもしれませんが、これは当たりましたと。だから、ジョン・ディートンさんがね、5月6日に略式が出るんではないかというようなね、予想をしてたんですけども、それがね、うまく当てはまらなかったので、結構叩かれてた部分もあったんですよね。だから、略式判決は当てられなかったんですけども、これは当たりましたと。このね、今回のことに関しては。という形で、まあね、共有の方されております。で、さらにですね、これに対して、ジェレミー・ホーガンさんですね、コメントを引用リツイートされてまして、今日、SEC 対リップル社の封印に関する命令を読んで、まるで略式判決に関する命令の少なくとも大部分がすでに作成されているような文言だと思った人はいますかということですね。先ほどの資料の方の一文をね、にマーカー引っ張ってですね、共有の方しております。また、ガーリングハウスの報酬については、ガーリングハウスは本訴訟の当事者であるが、裁判所はリップル社のビジネス上の秘密保持の利益と、ガーリングハウスの個人のプライバシー上の利益の両方から、彼の報酬情報に対する限定的な編集を行うことを妥当と判断していると。報酬に関してはね、編集を行ってもいいと。で、これは略式判決の申し立てに対する裁判所の判断に極めて小さな関連性を持つものであると。で、もう一つは、7番目と8番目は、被告が特定の関係者以外の雇用履歴とリップル社と第三者との間の機密の和解契約の編集を要求していると。裁判所は第三者のプライバシーの観点から、これらの第三者に関する非常に機密性の高い個人的な経歴情報を非公開にすることが合理的であると判断していますと。で、これもね、封印してはいいと、修正しても大丈夫だと。で、当裁判所は、これらの和解協議の内容は、略式裁判の申し立てとはほとんど関連性がなく、リップル社の第三者に対する守秘義務は、これらへの文書への一般公開が想定されていることを上回る利害関係を意味するため、和解契約の秘密は封印されるべきであることに同意すると。で、まあね、気になった方もいるかと思いますが、そもそもね、これは略式裁判の申し立てに対する裁判所の判断に極めて小さな関連性を持つもの。これらの和解協議の内容は略式裁判の申し立てとほとんど関連性がなくと。ということはね、逆を返せば略式裁判の申し立てっていうのはもう決まってるんではないかと、判決がね。で、それが決まってないと、今回のこの編集する内容が極めて小さい関連性を持ってるとか、ほとんど関連性がなくて判断できないですよね。そもそも母体というか土台、考え方がしっかりしてないと、今回のこれが関連するか関連しないかっていうのは。だからもしかしたらもうすでにね、略式判決は出てるんではないかと、裁判官の中ではね。といった形でジェレミー・ホーガンさんもね、協議の方をしてくださいました。はい、ここまでがね、直近の情報になります。で、リップル SEC 関連でね、今回のが結構かなりね、でかい情報になるかと思います。略式判決がね、どうなるのかっていうところと、あと実際のヒンマン氏の演説文書がね、編集された状態では公開されてるんですけども、その未編集されたね、生の状態で出てくるとね、どうなるのかってすんごいものだっていう話もあるんですよね。それが一般公開された時に、また世論がね、どういうふうに動いていくのかっていうのもね、しっかり見ていきたいと思います。そこに何が隠されているのかね。また情報の方、共有の方されましたら、僕の方でまたね、公開の方していきたいと思います。ということで、僕の方ではですね、リップル関連、SEC 関連、フレアネットワークス関連、ソルジェニック関連、コアリウム関連、イノシス関連ですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。で、できるだけ動画の方もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらね、また別の動画を見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のね、コメント欄、概要欄の方に僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、何か気になることとですね、聞きたいことなどございましたら、そちらの方にご連絡いただけましたら、僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE
LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。